ハロー、すみです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今私はちょっと12月に入ってからこの貝の奇跡っていうゲームをしてまして、ちょっと前に動画投稿が少し少なくなるかもしれません。自分の時間を優先したいですっていうちょっと投稿をしたんですけど、いろんな理由はあるんですけど、その一つとしてこの奇跡シリーズ貝の奇跡をちょっと集中してプレイしたかったっていうのがありました。で今これは、最初の方のプレイをしてて、このたくましいおじい様はおじい様というかダンディーな方はベルガルド先生、ベルガルドっていうキャラクターで、主人公は、バンっていうこの今ちょっとなんていうのかな、この左の人なんだけどこれが一応主人公となってます。だけど貝の奇跡は今までの主人公というか千の奇跡の主人公と仲間、あと始まりの奇跡でちょっと登場したキャラクターたちも出てて、奇跡シリーズといえばこういろいろ物語がこうつながっていってて、ちょっとこう新規の人が入りにくいっていう感じで言われてるけど、でも確かに過去のお話とかが話が出ると、この現時点のところで出ると、それって何誰ですかみたいな何なんですかその事件はっていうことが多少はあるけど、でもこの貝の奇跡は振り返りみたいなのができるようになってて、で簡単な説明みたいなのもあるから、そこでそうだったねって思い出せるところもあるし、知らなかったとしても、そういうことがあったんだな、そういうキャラがいたんだな、このキャラってこういうことを経験してきたんだなっていうのがこうちょっとこう分かるような感じにはなってるかなっていう印象はありました。あと空の奇跡の3番目の作品の主人公ケビンさんが出てました。ごめんなさい、忘れてました後でちょっと動画で出るとは思うんですけど、私自身その奇跡シリーズっていうのは4年前かな、4年前ぐらいに知って、で最初に黒の奇跡を始めてみました。で、黒の奇跡してみてすごく楽しくって、でちょっとやっぱりこう過去のお話とか出てくると気になるなーっていうのがちょこちょこありまして、で私がその時持ってたのは PS4 だったので、 PS4 でできる作品は、過去作はどこだろうって思った時に、調べてみたらゼロの奇跡っていう作品からができるってことだったので、一応またその黒の奇跡をしてから過去作品に戻ってゼロの奇跡からスタートしました。ちなみにこの男の子が千の奇跡の主人公リーンくんです。このリーンくんは千の奇跡でまだ学生時代のリーンくんが出てくるので、これ今見てリーンくんかっこいいなって思った方はぜひ千の奇跡をしてみてはいかがでしょうかで話が戻りますが、その私が奇跡シリーズゼロの奇跡から
することになったんですけど、本当は空の奇跡が最初なんで、空の奇跡からしたかったんだけど、PS4 でできなくって、その時で、まあなんかいろいろなんか PS のなんか加入すればなんか過去作とかできたのかもしれない、空の奇跡からねできたのかもしれないけど、まあ空の奇跡はちょっと申し訳ないけど、他の実況者さんの動画を見たりとか、あとちょっと自分なりに調べたりして、こういうことがあって、登場人物もこういうキャラクターたちがいて、こういうことを解決していったんだなっていう感じでは見てはいってるんだけど、やっぱり自分でプレイしてみないとわからないことってたくさんあるからね。空の奇跡は1番目の作品が今 PS5 でできるようになってるんで、ちょっとこの貝の奇跡まだ終わってないから、貝の奇跡が終わったらちょっと余裕があればしてみたいなっては思ってます。で、さっきちょっと出たんだけど、黒のクラフトでレゾナンスブルーっていう味方の、補助クラフトみたいなのがあったんだけど、その時クラフトして、で最後に空をこう見上げるっていうのが、多分オルディーネとかをこう意味してるのかなって思うと、なんか細かいところを入れてきてるよなって思って感動してなんかこうなんだろうな、ちょっとしたことでもそれ懐かしいなとか、それって多分これ思ってるんでしょみたいな、なんかそういうのがね、やっぱこう思えるっていうのが奇跡シリーズはすごくいいところだなって思います。過去作してたらなんか特にこうなんていうのかな、なんか表情、言葉、そういう意味でしょみたいなのがこうなんていうのかな、言葉にこうするのが難しいんだけど、もうね、振り返りもできつつ、でも新しいみんなも見れて、やっぱりこうゲームって楽しいなっていう気持ちをこう思い出させてくれる作品だと思います。フルスロットルだ。切り刻め。いい夢見ろよ。こちらの番だね。お願いします。排除する。そう、あとこのまさかの貝の奇跡でこのロボット戦ができるとは思わなくてびっくりしました。もうあんだけ1000の奇跡ではロボットっていうかバリマールとかオルディーネとか乗りこなして、新7組とかでも新7組の子たちが乗りこなしてたけど、本当にロボット戦は私あんまり得意じゃなかったけど、やっぱりいざこうやって貝の奇跡で久々にやってみると、もちろんそのちょっと攻撃方法というか、こうやってブーストをして3回攻撃みたいなのは千の奇跡でもあったかな、なんかそんなのちょっともう前にしたんであんまり記憶が薄れてるんだけどでも動くのがさ、動けるのが私感動して、動けると思って最初
こうやって今こうやって動くのをめちゃくちゃ楽しんでましたで前はね動けなかったっていうか、多分移動みたいなのを選ばないと動けなかったんじゃなかったかな、確か。でもこうやってなんかこう自由に動きが、黒の奇跡からね動けるようになったりできるから、こうやってちょっと動くの楽しみながら、敵の攻撃当たるかなとかここ行けばこうかなとか、なんかそういうのをちょっと楽しみながら久々にロボ戦をしてるところです。でエミリエさんとまさか戦うことになって、最初の登場からして新規じゃんって思ってこれと戦うのと思ってちょっと心配だったんだけど、こっちもねこっちもっていうかリーンくんもクローンも何年も相棒たちと一緒に過ごしてきて、いろんなこと乗り越えて戦ってきて、私もその仲間だと思ってるんで勝手になんで負けてらんないよなっていうのはあってでもちょっとビビリなんで、私ずっと火ダメージを抑えるなんだっけコマンドっていうか、それをしてました。捉えた。ここまでかそうじゃないと2対1なんて無理だし、多めに見てちょうだい。もうこのシーン来た時にもう私もフィーちゃんたちと一緒に「あー!」って言っちゃって、もうこのトワちゃんの気持ちがものすごく一緒に私も「だよね、言いたくなるよね」っていう風になってました。そんなの当たり前だろうが。ナディアのお顔がトマトみたいに真っ赤に責められるナーディア君はやはり新鮮なものだな。責められてません。スーちゃんとナーちゃんはお互いスキピ同士のラブラブなんだから。確かに別に責めてはいないし、ラブラブなのも否定はしないが。だからスーちゃん。はい、でここからはケビンさんルートです。さっきのもうスーちゃん、なーちゃん尊すぎませんか。もう私ピクニック隊本当になんていうのかな、愛おしい4人が揃ったなっていうか、でそこにケビンさんが入って、ケビンさんがすごくツッコミが大変そうだなって思いながらプレイしてました。本当にねスーちゃんとナーちゃんは始まりの奇跡からもあって、で最初はそのお兄さん妹的な、なんていうのかな、兄弟っぽいような、いろんなこと乗り越えてきてる2人だけど、そういう関係だったけど、でも、黒の奇跡2でいい感じっていうかなんかそういう風になって、でもう本当この貝の奇跡のなんていうのかな、なーちゃんが
そのさっきみたいに水着姿可愛いでしょみたいな、こうふふんっていう感じになってるところをスーちゃんはいや当たり前だよみたいななんか真面目に答えてるのが面白いっていうか、もうそれまたもうなんていうのかな、いいキャラで、なあちゃんもってなんか赤くなってて可愛くって、もう尊いのよ本当に。もう私ずっとそのなんかこうプレイしながら思うんだけど、モブでいいからちょっと遠くからピクニック隊を見守りたいんですよ本当にもうそれぐらい可愛い愛おしいグループだなっていうのをまた回の奇跡をして思ったところでした。クロスナンバーズ続けナディア。名もなき上昇への挑戦とさあ決闘を始めよう。釣りたまえ。形勢有利、攻め時だ。援護する。これで決める。終わりだ。あとこうやってクォーツをこういろいろ組み入れてなんていうのかな、例えばこう攻撃を敵に追加攻撃をするとか、味方がやられたらお返しだって言って反撃をするみたいな、今このリベンジアローっていうのね、こういうのをするとか、なんかそういうのが黒の奇跡から特に入ったかな。黒の奇跡からだよね多分。そういうのもあったりしてすごく楽しいし、なんていうのかな、やっぱこう、黒の奇跡からアクションも入りつつ、でもメインはコマンドゲームだけど、でもこうコマンドゲームでも本当こういろいろ考えてやっていくっていうのがすごく楽しいし、私自身そのアクションゲームがすごく得意とかじゃないんだけど、やっぱりこのコマンドゲームって結構いろいろ考えたりして、アクションゲームは結構脳筋でいけるところもあるけどコマンドゲームってやっぱ結構脳筋じゃいけないところ、よっぽど強くしてないといけないところもあったりして、だからこの今のシャードコマンドとかも考えてやったりとか、考えてこう今スピードライズとかがいいかなとか、攻撃仕掛けていいかな、被ダメージのしてこう回復っていうか防御に入った方がいいかなとか考えたり、今バフかけた方がいいかな、デバフかな、今エスクラウトかなとかなんかそうやって考えたりするのが、私はあんまりその早くポンポンポンって行動に移せないんだけどでもまたその考える時間もこう楽しくて、でまたその戦ってみて、じゃあこのキャラにこのクォーツとこのクォーツをはめてなんかこう CP 回復させとこうとかそういうのを考えるのがすごくね、奇跡シリーズは楽しいです。ケビンさんのエスクラも初めて見て、ちょっとその空の奇跡サードの時にこの全く同じエスクラだったのかどうかちょっと私あんま分からないんですけど、なんていうんだろう、でもそのケビンさん自分を強化させたら CP50 でエスクラ打ってて強って思いましたなんていうのかな、やっぱドミニオンってすごいなって思いました。
ちなみに私の奇跡シリーズの推しは2人いて、一番こう推してるっていうのはガイウスさんとワジ君です。2人ともケビンさんと同じ守護騎士、ドミニオンなんだけど、あの2人は始まりの奇跡で最後だったかなだったんで、ちょっとこれからまた新しい奇跡シリーズが出た時に、出てきてほしいな、どっちかでもいいから出てきてほしいなっていう気持ちはあるんだけど、もうなんかそれを言い始めるとでも7組のみんなも出てきてほしいなとか思うし、ロイドくんたちも出てきてくれないか、特務支援課も来てくれないかなとか思うし、そうなると始まりの奇跡のめちゃくちゃ人数いたあの時よりかさらにグロの奇跡のメンバーの人たちが増えるんで、さすがに全員っていうのはよっぽどな限りはないでしょうけど、この回の奇跡が、その最後までしてないというのもあって、どうやって終わりを迎えてるのかがまだ全然今の段階じゃ私分からなくって、なのでこの回の奇跡2とかなるのか、はたまた新しく違うタイトルみたいになってる感じかなみたいな、そういう流れになってるなのか全然まだ想像つかないんでちょっと最後、どうなるかは楽しみにしつつ、今、のんびりとですがやってるところです。ちなみに今はリーンくんたちのルートでなんか展望台を見に行こうらへんまで進めているとこです。まさかのケビンさんと戦うことになって大丈夫かなってちょっと心配な部分もありましたが、ピクニック隊は弱くはなく強いですもうめちゃくちゃみんな強くて、このね兄上のデュエルオーバーっていう書いてたのかな、それも一段と輝きを増してかっこよく、兄上は私の中ですごくこうなんていうのかな、確かにね兄上もこういろいろありましたが、ちょっとこう許せない人は許せないっていう立場かもしれないけど、でも私の中では兄上、ルーファスさんはすごくこうナイスなキャラでガイウスさんとワジ君は推しなんだけど、ルーファスさんもかっこいいというかいいキャラしてますよね本当ピクニック隊はいいキャラばかりですごく素敵です。ピクニック隊このなんかメンバーいいなって思った方は始まりの奇跡をしてみてください。でも始まりの奇跡からするとちょっと話があれかな、過去作戻んないとちょっと分かりにくいってなるかな、ただ単にこうピクニック隊いいかもって思った方は始まりの奇跡からでもいいし、本当始まりの奇跡してみて過去作してみたいと思ったら過去作もしてみたらいいと思うし、本当にこうなんていうのかな、新しいところから入っても楽しめるし、ちょっと話はね私もちょっと空の奇跡があれなんだけどちょっとわからないなっていうところもあったりはするけど今はもう動画とかいろんなので調べたり見れるし、でまたそのできるこう機種ハードみたいなのが持てればできるわけだし、本当に奇跡シリーズちょっとどんなんかなって思う方はぜひ気になる作品から入ってみるっていうのもありかもしれません。でまたそれをやってみて
過去が気になるなって思ったら過去作をやってみるっていうのもまあいいんじゃないかなっていうふうに思います。物語もすごくこう凝ってる部分がたくさんあって、私はすごくこう笑いながら楽しんでいます。はい、では動画を見ていただいてありがとうございました。グダグダな感じだったんですけどよければもしいいなって思ったら高評価とかチャンネル登録お待ちしてます。コメントなども気軽にしていただけたらありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。